この物語は2005年、主人公が工場へ戻ったところから始まります。最初のシャッターを開くと、そこにはプレイタイム社で一番人気のマスコット、ハギーワギーが佇んでいました。実はこの時、ハギーが主人公を襲っていれば、この物語はここで終わっていたんです。しかし、ハギーが次にした行動は何だったでしょうか。そうです。鍵を渡して、主人公を先へ進ませました。主人公を仕留める機会があったにもかかわらず、なぜハギーはすぐに襲わなかったのでしょうか。今回は、そんな違和感を手がかりに、ハギーの真の目的について考察していきたいと思います。工場のセキュリティ。過去の動画でもお話しした通り、ハギーは工場のセキュリティを目的として作られています。しかし、ハギー自身は、その役目に耐えながら従っていました。昼間は、工場を象徴する巨大なおもちゃとして、動かずにじっと立ち続ける。そして夜間は、工場へ侵入した人間を始末する役目を与えられていました。チャプター1に登場するレースの VHS からも、ハギーが当時から夜間の警備に利用されていたことがわかります。ハギーが実験体となった1990年当時は、おそらく夜間警備員も勤務していたと推測できます。これは、1992年に起きたハギーの脱走事件で、防犯カメラに映ったハギーの姿を警備員が確認しているためです。したがって、警備員が所属するセキュリティ部門では、ハギーが単なる置物ではなく、巨大な生物であることを認識していたと解釈できます。同時期には、キャットナップもプレイケアへ配属されており、一般従業員であるカウンセラーたちも、その存在を把握していました。そのため、工場内で働く一部の従業員は、巨大化した生物たちを、同じ施設内で働く特殊な従業員のように考えていたのかもしれません。つまり、ハギーは夜間に侵入した人間を捕らえ、捕食する。その血痕や遺体の後始末は、スペシャリストが行う。必要があれば、警備員が警察への対応を行い、実験の責任を持つ研究部門が、賄賂などによって事件を隠蔽していた可能性があります。ここまでは、ゲーム資料や公式ノートブックから確認できる情報をもとに推測した、プレイタイム社の内部事情です。では、なぜハギーは、ここまでおとなしく従っていたのでしょうか。逆らえば、再調整という名の拷問を受ける。その恐怖から仕方なく従っていたとも考えられます。しかし、それだけでは、再び反抗する可能性を完全に抑えることはできません。そこで登場するのが、キシーミシーです。キシーを人質？ハギーのプレゼン VHS からわかるのは、ハギーが従業員を襲っていること、そしてキシーが登場することです。キシーは、ストレスによって攻撃的になるハギーを落ち着かせるため、1990年11月に誕生しました。つまり、この VHS では、キシーが誕生するまでの過程も示されていることになります。ここで重要なのは、キシーがいるからといって、ハギーを完全に抑制できるわけではないということです。一旦、これまでに確認できるハギーの犯行を整理してみましょう。プレゼン VHS でハギーが襲っているスペシャリストをよく見ると、少なくとも2名いることがわかります。一方、ニューラルマッパーで確認できる襲撃では、相手は1人だけでした。そのため、この2つは別の場面であると考えられます。少なくとも、誕生直後の襲撃、再調整時と思われる1992年の脱走が確認できます。ここまで犯行を繰り返しているハギーを、プレイタイム社が簡単に信用するとは考えにくいでしょう。再び暴走や脱走を起こすことも十分に懸念されていたはずです。では、なぜレースたちはいつ暴れてもおかしくないハギーを再びロビーに立たせたのでしょうか。以前はハギーが魔改造され、警報によって起動するようにコントロールされていたと考えていました。しかし、チャプター5では、キシーと再会した瞬間に暴走を止め、落ち着きを取り戻しています。このことから、二人が相当強い絆で結ばれていたことがわかり、かつてのお熱いねという言葉も伏線だったと考えられます。そして、ハギーが犯行をやめた理由も、このキシーにあったのではないでしょうか。脱走後、ハギーはキシーと離れ離れにされ、彼女を人質のように利用されていた可能性があります。もし再び反抗すれば、キシーがどうなるかわからない。そのようにレースたちから脅されていたとすれば、その後のハギーの従順さにも整合性が取れます。この考察を時系列で整理すると、まずハギーは誕生直後から、キャットナップと同じように人間へ反抗していました。そんなハギーを落ち着かせるために、キシーが誕生します。しかし、極度のストレスによって再び暴走し、麻酔を打たれて再調整へ回される。さらに、その過程でも暴走し、最終的には1992年の脱走事件を起こした可能性があります。ハギーは捕らえられたものの、
度重なる犯行によってレースたちから危険視されるようになったのでしょう。そこで再発防止のためにキシーを利用したのではないでしょうか。監獄自体は1993年7月には完成していたことが示唆されています。もし1992年6月の時点ですでに存在していたのであれば、キシーはそのまま監獄へ収容された可能性があります。まだ完成していなかった場合でも、監獄の完成後に収容されたと考えることはできます。その後、ストレージ B、プレイケアへの移送など、ハギーとは実質会えなかったのでしょう。それ以降、ハギーは大切なキシーを守るため、喜びの時間が起きるまでプレイタイム社に従い続けた。このような流れであれば、時系列上の大きな問題はなく、ハギーの犯行と従順さの両方を説明できます。なぜ鍵を渡したのか。では、動画の冒頭で触れた、なぜハギーは鍵を渡すような形で、主人公を先へ進ませたのでしょうか。ハギーが主人公を仕留めるのであれば、いくらでもチャンスはありました。この時のハギーは、主人公を面白おかしくもてあそんでいたとも考えられるでしょう。しかし、ハギーはすぐに襲いかからず、物陰や通気口から主人公の様子を伺いながら、最終的にはメイクアフレンドまで進ませています。では、なぜ主人公をすぐに仕留めなかったのでしょうか。もしかするとハギーは、工場内の設備を動かすために、主人公を利用しようとしていたのかもしれません。ハギー自身では、閉ざされた扉を開けたり、停止した設備を復旧したりすることはできません。しかし、グラブパックを持つ主人公であれば、電力を復旧させ、工場の封鎖を解除し、これまで行くことのできなかった場所へ進めます。ハギーは、主人公が工場の状況を変えることで、離れ離れになったキシーへ続く道が開かれる可能性にかけていたのではないでしょうか。つまり、鍵を渡すような形で主人公を先へ進ませたのは、親切心からではありません。主人公が工場内の設備を動かし、自分だけでは変えられなかった状況を変えてくれるのか、見極めようとしていた可能性があります。しかし、その後に警報が鳴ると、ハギーは主人公へ襲いかかります。おそらく、喜びの時間以降、ハギーはプロトタイプから、警報が鳴ったら目の前のターゲットを襲うよう命じられていたのではないでしょうか。プロトタイプもまた、ハギーにとってキシーが弱点であることを理解し、その存在を利用していた可能性があります。そのためハギーの中には、主人公を利用してキシーへの道を開かせたいという本人の意思と、侵入者を排除しなければならないという命令が、同時に存在していたのかもしれません。主人公を先へ進ませる一方で、警報が鳴ると襲いかかる。この一見矛盾した行動は、ハギーが主人公をもてあそんでいたからではなく、本人の目的と植え付けられた命令が衝突していたからではないでしょうか。興奮状態となったハギーは、主人公をリアニメーションの駅まで執拗に追い続けます。しかし、そこで長い間会えていなかったキシーと再会すると、ハギーは暴走を止め、落ち着きを取り戻しました。キシーとの再会によって、ハギーは主人公への追跡をやめ、プロトタイプの命令から外れたと考えられます。プロトタイプから見れば、ハンターとして利用していたハギーが、自分の命令に従わなくなった瞬間です。そのため、ハギーは用済みと判断され、キシーと共に始末されようとした可能性があります。喜びの時間以降、プレイケアで過ごしていた実験体たちは、プロトタイプに従う者と、ポピーに協力する者へ分かれていったのです。プロトタイプのハンターとして利用されていたハギーは、本人の意思とは関係なく、プロトタイプ側に立たされてしまった。一方のキシーは、ポピーと共に行動するようになります。それによって、ハギーとキシーは、引き裂かれるように離れ離れになってしまったのではないでしょうか。ハギーの本当の目的。チャプター5で、ハギーはついにキシーと再会します。それまで主人公を執拗に追い続けていたハギーは、キシーの姿を見た瞬間に動きを止め、落ち着きを取り戻しました。この場面で流れる楽曲のタイトルは、His Other Half。日本語にすると、彼のもう半分です。この曲名からも、キシーはハギーにとって単なる仲間ではなく、自分の一部とも言える存在だったことが伺えます。キシーとの再会によって、ハギーはセキュリティでも、プロトタイプのハンターでもなくなった。ほんの一瞬だけ、植え付けられた役目から解放され、本来のハギーに戻ることができたのではないでしょうか。つまり、ハギーの表面的な目的は、侵入者である主人公を追い、仕留めること。しかし、ハギー自身が本当に望んでいたのは、主人公を利用して閉ざされた工場を動かし、キシーの元へ帰ることだったのではないでしょうか。プレイタイム社に従っていたのも、喜びの時間以降にプロトタイプ側で動いていたのも、忠誠心があったからではありません。逆らえば、キシーを失うかもしれなかったからです。
ハギーが長い間求め続けていたもの。それは獲物でも復讐でもありません。離れ離れになった自分のもう半分だったのです。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。